不動産屋さんの階段です。これは東京都内で大手不動産会社でお仕事をされている山根さんから聞いたお話です。不動産屋さんですから外回りの仕事も多く大変ですが、仕事が終わると山根さんにはちょっとした息抜きの趣味があったそうです。それはバイクで夜に交通量の少ない裏道を走ることでした。そんなバイクの趣味も不動産屋さんの仕事では意外と役に立ち、走っている最中に空き家を見つけたりすることができました。さて、そんなわけで夜になると空き家は明かりがつきませんからすぐわかるので、最初はそんな時間帯にバイクを走らせていました。でもそうなるとまだまだ車も人もいる時間帯なので、なかなか思うようにバイクを走らせることができません。そこで休みの前の日には深夜12時を回った時間帯に東京郊外の裏道を走るようになっていきました。山根さんは夜中にバイクを運転するようになると、いつもよりさらにバイクの整備は念入りにしていたそうです。趣味ですからとにかくバイクをいじくることが好きなので、山根さんのバイクは常に完璧というまでの整備の仕上げでした。さて、それは夏から秋に変わるまだまだ暑い季節でした。いつものように仕事から遅く帰ると、山根さんは愛車のバイクを点検し、早速夜中の街をバイクで走っていきました。もう真夜中ですから、街道もさほど車もなく、郊外に向かうとさらに交通量は少なくなっていきました。でも山根さんはそういった街道を走るより、どちらかというと裏道の狭い道路で、周りには民家もないようなところを走るのが好きでした。そこで以前も数回走ったことのある竹林の裏道に入ることにしました。その裏道ですが、途中から竹林が延々と続き、その竹林の下は道路と並行して川が流れていました。そして道路を隔てた反対側は丘になっていて、斜面が続いていたそうです。民家はこの脇道に面してはほとんどなく、山根さんは何も気兼ねすることなくバイクを吹かすことができました。そこでその夜も山根さんはこの狭い脇道に入り、最初はゆっくりと、そして竹林が見えてきたところでエンジン音を響かせ突っ走っていきました。周りには竹と川と丘しかなく、風を切りながらパパパパパパパと轟音を立てて気持ちよく通過していくと、ちょうどその竹林の中間あたりに差し掛かった時でした。突然ストンとエンジンが落ちたのです。山根さんはうわっと驚いて、その場ですぐバイクを止めました。気持ちよく走行していたのに、突然のエンストで山根さんはすっかり水を差されてしまいました。そんなバカな、どうしたんだろうと山根さんは慌てて何回かエンジンをかけ直してみましたが、やはりかかりませんでした。そんなはずはない。あれだけきちんと整備してあったのに、おかしいなといよいよ不可解になりました。でも裏道ですから辺りはろくに街灯もなく、かなり暗かったので、ここでバイクを調べるのは大変でした。大の男でも深夜もかなり回った真夜中で人気のない裏道に一人でいるのは少し心細かったそうです。真っ暗な竹林の奥からは川の流れるかすかな音が聞こえ、道の反対側は小高い丘の斜面で何の物音もしませんでした。そんな静まり返った中、山根さんが弱ったなぁと思っていると、ふと誰かに見られているような気配を感じたそうです。おや、誰かいるとまさかと思い、すぐ振り返ると、もちろん脇道には誰もいませんでした。なんだ気のせいか、
そう思いまたバイクを調べていると、山根さんは再び誰かの強い視線を感じました。でも今度は一人の視線ではなく、大勢の人の視線に感じたそうです。山根さんは思わずさっと振り返り、周りを見渡しました。でもやっぱり道の右手は丘の斜面、左手には竹林と、その下は川で一っ子一人いませんでした。誰も隠れている様子もないし、こんな真夜中に人がいるわけもないので、やっぱり考えすぎかと思い、またバイクに視線を移しました。すると山根さんがバイクを見ると、また大勢の人の視線を感じるのです。ほら、やっぱり誰かいる。そう確信した山根さんは素早く振り返ったそうです。するとその山根さんの視線の先は小高い丘の斜面でしたが、街灯もない真っ暗な斜面から大勢の人が山根さんを見下ろしていたのです。暗くてもそれはかろうじて人だと分かったそうで、たくさんの人が丘の斜面にずらりと並んでいるようでした。男か女かどんな人たちかまでは識別できませんでしたが、全員が山根さんを見ているのだけは分かったそうです。この異様な事態に山根さんに緊張が走りました。一瞬大爆音を立てながらバイクを走らせていたので、近所の人が文句を言いに来たのかとも思いましたが、彼らは何も話さず、ただただ山根さんを凝視しているだけのように見えました。でも山根さんは何かがおかしいと感じてきたそうです。これだけの人がいるのに妙に静かなのです。それはまるで彼らのいる場所だけ時間が止まっているかのようでした。そこで明かりがほとんどない中でも、暗闇に目が慣れてきた山根さんは何とか彼らがどんな人たちなのか見極めようとしました。そして目を凝らしていくと、山根さんは思わずうわーっと心の中で叫んで後ずさりしたそうです。よく見ると、その丘の斜面にずらりと並んでいたのは人間ではなく、すべてが墓石だったのです。丘の上に人が立っているように見えていたのは、実はずらりと並んで建てられていた墓石でした。嘘だろ、たった今あれは確かに人間だったと山根さんは困惑し、しばらく呆然としていました。この周辺は墓地だったのかと、その時初めて山根さんは気がついたそうです。そしてなぜこの脇道が静かで街灯もほとんどなく民家もないのかも納得しました。でも山根さんはこのお墓からたくさんの人の強い視線を感じ、確かに一瞬でしたが大勢の人が並んで見下ろしていたのを間違いなく見たそうなのです。山根さんは背筋が凍りつきました。そして彼らがなぜ一瞬でも人の姿で現れたのかも分かったそうです。山根さんは即「すみません」とお墓に向かって謝りました。なぜなら彼らは静かな夜にうるさい轟音を立ててバイクで走ってきた山根さんに「静かにしろ!」と怒っていると思ったそうです。そしてその直感は当たっていました。お墓に向かって謝った直後に急にバイクのエンジンがかかったということでした。山根さんは慌ててその場から逃げ帰ったそうです。その後山根さんはまたその竹林の脇道をバイクで走ることがあったそうなのですが、静かにゆっくり通過したのでお墓に睨まれることは二度となかったということでした。
ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。